おはようございます。なごみけです。皆さん自宅のスマートホーム化は進んでいますでしょうか？このチャンネルでもいろんな動画で複数の製品を使ってスマートホーム化を進めている様子っていうのをお届けしてきました。部屋の照明とかエアコンとかカーテンとか、これらについてはもう基本的にスマホの操作とか自分の声で操作できるようになっていて、わざわざ自分で何か動かしに行ったりとかリモコンを操作したりする必要がもうなくなっています。今話したものも含めて家中のあらゆるものをスマート化していく、そのエコシステムを一番作り上げているのがやっぱりスイッチボットなんですよね。で、そのスイッチボットファミリーにまた一つ新製品が拡充されるということで、今回紹介したいのが家の鍵の解錠です。最新のモデルが登場するということで、その新製品を特別にスイッチボットから提供いただきました。今までスイッチボットロックプロときて、ついにロックウルトラまで来ました。何がウルトラなのか、生活がどうウルトラになるのかっていうところをご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。さて改めてにはなるんですが、スイッチボットといえばもうスマートホーム界のキングですね。本当にいろんな種類のデバイス、家電が展開されているんですが、それらが全てエコシステムとして連携して利便性を底上げしてくれるような感覚があって、僕自身好きなメーカーの一つです。そして今回ご提供いただいたのがこちらになります。スイッチボットロックウルトラ。もうなんかすごい響きですよね。そんなロックウルトラ、全部で5つの特徴に分けて紹介していきたいと思います。1つ目はデザインについてです。箱開けて素直におーっとちょっと声が出ました。シンプルですごく近未来的なデザインになりました。正直スイッチボットの製品ってそんなにデザイン性で買ってきてはいないというか、利便性を取って買ってるし、見た目は正直何でもいいかなくらいに思ってたんですが、ロックウルトラのこだわり方はすごいですね。ロックプロと並べて比較しても、やっぱどっちが欲しいですかって言ったらこっちですよね。だんだんと洗練されてきてる感じがあります。最近やっぱこういうガジェットというかテック製品のデザインの平均値がちょっとずつ上がってきている感覚がありますね。金属製のボディは高級感があって、家の鍵といえどインテリアの一種ということで、元からついていたみたいとまで言えるかは置いといても、ドアにつけていても変に仰々しい雰囲気はどんどん取り払われているかなというふうに感じました。そして一体型のカバーデザインというのも付属します。玄関の扉、木目調の扉の人もいるんじゃないでしょうか。そういった方に合わせて馴染むように3つの木目調のデザインもついているんですよね。ここのカバーを取り替えて装着することもできます。でも僕はこっちの方が好みかな。これ単体での完成度の高さが結構異常に高いなというふうに思います。2つ目は給電方式についてです。今回のロックウルトラ、ついにタイプ C 給電に対応しました。いやー、長かった。前世代の無印ロックとか使ってた方はわかるかもしれないんですけど、単3とか単4とかじゃなくて、謎の型番の乾電池しか使えなくて、でしかも割と電池切れるの早いんですよ。電池切れて、でもコンビニとかに売ってるわけではないのでしょうがなくネットで買うんですけど、の値段するみたいな、決して運用面で楽ではなかったんですよね。それが前回のロックプロで単3の乾電池になって、一安心と思いきや、ロックウルトラでついにタイプ C でもう充電ができるということなんですね。とはいえこういったバッテリー式ってこの容量というか長持ちしないんじゃないと思われるかもしれないんですが、1年持ちます。なのでそんなに負担ではないですよね。年に1回タイプ C で挿すだけですから、面倒な点はほとんどないかなと思います。で、このロックウルトラはバックアップ体制が整っています。しかも2段階です。このタイプ C のバッテリーが切れたら、搭載している単3乾電池の予備バッテリーが次に動きます。こちらはなんと5年の寿命なので、そうそう切れないですよね。ただそれすらも切れた場合のために、もうこのロックウルトラ内の微弱な電流をできるだけこそぎ集めて5回だけ緊急で動かせるっていう微電流解除という機能もついたんですね。これによって絶対に部屋から締め出さないという、スイッチボット側の固い決意が読み取れます。タイプ C への対応によって利便性が上がっただけではなくて、こういった安心感もしっかりウルトラなんですね。そして3つ目が解錠が高速で静かになったという点です。ロックを開けるスピードが前作のロックプロと比べてなんと 78% も向上しました。動作音、こちらも20デシベル以下になりました。それこそ前々作の無印ロック
を引き合いに出して申し訳ないんですけど、あれ結構ギーガチャンみたいな音がするんですよね。割と一人暮らしのワンルームだと全体に響き渡るくらいの音量でした。より音やタイムラグが気にならなくなります。またナイトモードという解錠機能も搭載しています。基本的にこのロックシリーズは開けると数十秒経ってまた閉めるようにセッティングすることができるんですが、夜になるともうどんな状態であれ自動で施錠するというような機能を使うことができます。これで閉め忘れみたいなことはほぼ確実になくなりますし、またこの際の施錠も非常に静かなので、寝室が隣にあってもう寝てたみたいな場合でも違和感なく、こちらのナイトモードを使うことができるんですね。その他の細かな機能も見てみましょう。例えばステータスリング、解錠中か施錠中かといった状況を、一目見て分かるように示してくれるというような機能ですね。スマホアプリを開かなくてもその場で状況を確認することができます。そして2つ目がクイックキーの機能ですね。引き続きこちらは搭載していて、荷物が両手塞がっていて鍵をひねるのがちょっと手間という時にもボタンワンプッシュでロックを解除してくれるようになります。肘とかでねカチャンと押してそのままドアを開けられるんですよね。またもちろんこのロックウルトラはスイッチボットのエコシステムの中でアプリに連携してくれます。なのでアプリからの操作でロックを解除したり施錠したりというのも可能です。例えばこのロックウルトラとスイッチボットハブ2ですね。ロックウルトラが解除されて外出を検知した時に自動で家の中でついていたエアコンとかテレビの電源がオフになるように設定できます。また夜家に帰ってきたことを検知したらここでまたエアコンをつけたりだとかカーテンを閉めたりみたいなオートメーションを組むこともできるんですね。そしてもう一つ僕が使っているスマートトラッカーカードとの連携も結構便利だなというふうに感じました。このロックウルトラって玄関のドアの、家の内側につけるデバイスなんですよね。僕が使っているのはこれ指紋認証パッドでこれを玄関につけているんですが、指紋認証パッドにこのスマートトラッカーカードをかざすと解錠ができるんですよね。例えばお子さんがいるような家庭だと子供に持たせて安全のために居場所を親が把握しつつ解錠できる鍵としても使えるようにしたりだとか、あとはちょっとゲストに渡してね先に家に入っててみたいな使い方もできるようになりますよね。そんなわけでこのロックウルトラ引き続き他のデバイスとの連携もしながら、よりこの解錠施錠が便利になるというアイテムなんです。でこの指紋認証パッドも実はちょっとだけ進化したんです。それが Suica に対応したという点です。これまでも指紋に限らずパスコードとかあと NFC、先ほどお見せしたスマートトラッカーカードとかですね、こういったもので解錠することができていたんですが、これによって、iPhone とか Apple Watch などで Suica を出して、より手軽にこの家の鍵を解錠することができるようになりました。ちょっとした進化ではあるんですが、でも地味に嬉しいポイントですよね。で今この解錠の形式って、指紋認証が一番最先端ですよね。ただちょっと思い出してみてください。iPhone もパスワード形式から指紋認証形式に進化しました。でその後顔認証形式っていうのが今デフォルトになってますよね。ということはそれはいつかの話ということでぜひご紹介できればとも思います。ということで今回スイッチボットロックの新モデルロックウルトラを紹介しました。ウルトラという単語から連想するのって、どうしてもパワフルさとかが1個あると思うんですが、このスイッチボットロックのウルトラに関してはどちらかというと隙がなくなったというような意味でのロックウルトラなのかなというふうに思います。完成形完全体という意味ではまさにこのウルトラの名はふさわしいとも言えるかなと僕は思いますね。ロックウルトラをはじめとした家の鍵のスマート化っていうのは本当にスマートフォームの中では手軽なタイプだなというふうに思います。なので、この新生活が始まったタイミングとか一人暮らしが始まったタイミング、状況のタイミング、引っ越しのタイミング、いろんな天気でぜひ導入を検討してみてほしいなと思いますし、これを含めたスイッチボットのエコシステムっていうのはねぜひ活用してほしいなというふうに思います。ということでこのチャンネルでは他にも理想のライフスタイルに近づけるための様々な動画を載せているのでぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。コメントも適宜お待ちしております。今日はこの辺で以上なごみ家でした。では。